どこまでも伸びていく車の列。 TSMC の進出後、半導体産業の集積が急速に進む菊陽町や大津町などの一帯で日常的な風景となっています。地元で10年働くタクシー運転手は、ソニーと、東京エレクトロンはもう始まってるんですけど、第2工場ですね。作業される方の車も増えてはきてるので、あとトラックですかね。抜け道と言われるところにも車が増えて、なんで、どこ通っても渋滞。先になぜ道を作ってくれなかったのかなってちょっと疑問はあったりする。渋滞を避けようとした工事関係者が道幅の狭い生活道路を抜け道として使うケースも多く、事故を懸念する声が高まっています。 TSMC の第一工場にほど近い菊陽町のこの県道では、11月から新たな交通規制が設けられました。通学路の安全を守る新たな取り組みです。 JR 原水駅のそばを通る県道新山原水線。朝の7時頃から工場方面に向かう車が次々と走り抜けていきます。道幅が狭いため、車のすれ違う際に路肩まで膨らむ様子も。ここは近くにある菊陽北小学校の通学路でもあります。地域は去年から交通規制を設けようと動き出しました。地元の区長を務める岩根義郎さん、住民の意向を取りまとめて警察署との調整に当たりました。車が北から南と南から北ともう離合して、相当車で通学できない状態来たもんですから、みんなの意見として警察の方に出しました。1年ほどかかりましたが、今月11日から朝の通勤時間帯に一方通行となる規制が始まりました。そうですね、だいぶ減りましたね。ですから地元の人はもう結構静かになったということで、もう相当車多かったからですね、子どもたちも今安心して通れる状態来てますので助かっています。ただ目の前では工場方面への車は規制されているはずですが、時折入り込んでくる様子が見られました。ドライバーに視線を送って注意を促す。ですからあそこに行って旗持っていこう、渡るような格好で止める。ダメですよってこっちに行ってくださいとね。半導体関連企業は以前、マイカーをなるべく使わないよう従業員に通達。 TSMC の工場を運営するジャスムの堀田雄一社長も、私ども今取り組んでいるのがですね、従業員になるだけ、マイカーを使わないで公共機関を使ってもらう。それから今後もやはりシャトルバス、それから、一部シャトルタクシーみたいなのもあるんですけども、そういったところの拡充も含めてですね、この辺りの渋滞対策に対して貢献していきたいなと思っています。ただ地元からはこんな声もですね。一時期本当減ったんですけど、学校に送っていくことあるんですけど、スーッと行けてたんですけど、でもあんま本当一瞬でしたねなくなったの。本当一時期またやっぱり車増えましたね。対策をこまねいているわけではありません。国や県、町は今周辺地域の道路整備を進めています。この県道新山原水線でも今バイパス道路の工事が始まっています。再来年度の開通を予定しています。住民には期待の一方、複雑な思いもあります。子どもの父兄たちにすればもう卒業してしまいますからね。実際そんな待っとったら追いついてないですね、全く。だからインフラ整備がちょっと遅すぎるんですね。工場をね誘致する前にやっとかんと。
9月に開かれた国や県などで構成される交通渋滞対策協議会。渋滞に関する数々のデータが示されました。平日朝のピーク時では TSMC の近くを通る国道325号で2310メートルの渋滞が発生しているとのことです。関連工場の稼働や増設が進み、年明けにも TSMC 第2工場の着工を控える一方、道路整備が完了していないことから来年末まで状況の悪化が懸念されています。2026年以降はバイパスの整備や道路の拡幅が進むことから渋滞が緩和されるとの見通しが示されました。道路整備を担当する亀崎直隆副知事は、その道路の整備と車を減らす公共交通への転換、この2つの柱がこれからの基本的なポイントだと思っております。信号制御の改良、JR 豊肥線の強化など短期的な対策を急ぎたいとの考えを示しました。また TSMC 第一工場の本格稼働自体による影響は少ないものの、相次ぐ工場建設への対応が必要としています。令和6年度中に15の企業が立地されるというふうな仕様になっております。でこれが今一番今年がピークになるんだろうと思っておりまして、今の工場建設によってとかそういう場合は、一時的なものであって、そこもやっぱり乗り越えていかないといけないと。TSMC の本格稼働を機に急激に膨らむ街。足元には今もなお対応が追いつかない現状が広がっています。